ここもレンタル。この町は人が減り消滅すると言われています。すごいな。しかし町には人が溢れています。この町は本当に消滅するのでしょうか。プサンが消滅都市と呼ばれる理由の一つが人口減少と言われています。1995年には約388万人いた人口は現在では約327万人まで減少しています。ここは繁華街なんですか？ここはちょっと以前の繁華街ですよ。以前の繁華街。そこに行くとちょっと大きな道があるんですけど。あ、ちょっと行ってみていいですか？行きましょうか。ルイスさんが案内してくれたのはソミョンのランドマーク的な複合商業施設サムジョンタワー。めちゃくちゃ人多いですね。今日が日曜日だから多いっていう感じですか？そうですね、4月だからでも金曜日と土曜日はもっと多いと思います。ああ、すごい。こんな多いのにこのプサンはなくなるって言われてるんですね。不思議。私が思ってたよりもかなり人通りが多く、ネットやニュースで見たような消滅都市と言われるような感じはありませんでした。人が多いな。本当に消えるんかこの都市は。むしろ若い方が多く活気があるような街のような気がしました。プサンが結構有名になって最近はあちょっと若干このプサンの政府が最近このプサンを観光都市になるようにしています。実はプサンは人気俳優や K-POP アイドル、YouTuber、インフルエンサーを活用し、観光都市としての発信を強めています。BTS のプサンダイブのような大型イベントも行われ、海外観光客や若者を呼び込む戦略を進めています。これはどういう意味なんですか？これはプサンがあまり行けそうな会社があまりないんですから、そんな広告があります。実はプサンが消滅都市と言われている2つ目は、多くの若者がソウルへ流出しているということが挙げられています。だからこの会社が今広告することが、私たちはいい会社だよ、だからソウルに行かないでくださいというこの感じの広告ですよね。じゃあもう本当に若者たちがソウルに行くからそれを皮肉った広告ってことです。こうした広告もその現状を象徴しているのかもしれません。プサンには、いい会社とか、いい職場がないっていうイメージ。イメージのこの証明ですよね。証書ですよね。次にルイスさんが連れて行ってくれたのがプサン大学前。学生街でありながらも近年空きテナントが目立ち話題になっているところです。私初めてここ来た時にはその通りがめちゃくちゃ人が多くて。この通り？はい、この通り。ここが人が多かったんですか？並んでいくほど。比べてみると分かる通り、人通りが少なくなっているのが分かります。この路地、はい、この路地に入ると、この路地が以前は服屋さんとか雑貨店が本当に多くて人が集めているこの通りでも今入りました。平日の昼間というのに恐ろしいほど静かな状況。ここがもうメインの服屋さんを買うときには絶対ここに行く。ココロナ前は大体普通だと思うんですけど、コロナ以降にはもっとひどくなりました。ガラガラだな。シャッターじゃないですか。これはレンタルって書いてある。そうなんだ。この事務所ははい何でいうかというと、このプサン大学前のこのお店の社長さんのために閉店するときはちょっとお金が必要じゃないですか。はいはい閉店するときなんかいろいろなくなってしまうこのお金がかかるんですから、これを支援してくれる。国からこれを支援してくれますよ。閉店のお金を。閉店のお金を。これは何て書いてあるんですか？工事案内。プサン大学前のこの路地の犯罪予防ビジネス。ここが今誰もいないんですから、犯罪ができるそうな感じ。あまりにも人がいなさすぎるから、犯罪のエリアになるっていうのを防止するために工事をして防犯カメラとかライトアップをして予防していくっていう、それぐらい人がいないってことですね。そうです。すごいな。その前がこのプサン大学の入り口です。まあまあいいエリアですよねここ。だってもう大学目の前で、ここもレンタル。大学前の空きテナントが増加するのは若者が減っていることとは別に、高額の保証金と月々のテナント料が下がらないことが原因になっているそうです。見てほしいんですけど、ここ
歩いてじゃあ行きますと、こっからもう本当 1,2 分でもう 1,2 分かかんない0分ぐらいで釜山大学の校舎まで入れるんですよ。なのに空き、ここも空きだ、上も空いてる。大学前でサンドイッチ屋をやっている方に話を伺ってみました。うまい。消滅都市って言われてる釜山はどう思いますか？ 부산이 그래도 저기 제2 도시잖아 우리나라에서. 근데 소멸은 아니지. 근데 이제 젊은 층이 많이 일자리가 없으니까 젊은 층이 빠져나가고 나이 든 사람이 좀 消滅都市ではない。しかし若者の流出が問題となっている。そう感じているそうです。ちょっとルイスさんが教えてくれたんですけど、なんか過疎化がめちゃくちゃ進んでるエリア4度っていうのがあるらしくて、そっちに今から行ってみたいと思います。ここは釜山の4度。今でこそ美しい景色を楽しむ観光地ですが、もともとは漁村や造船業で栄えた町でした。これはもともと港町、そうですね。漁村って感じですね。漁師がいたんでしょうね。この歴史館には観光地化する前の生きるための空間だった頃の4度の住人たちの写真がありました。時代を感じますね。なんか昭和平成の初期とかそんな感じでしょうね。1960年代以降、韓国はハンガンの奇跡と呼ばれる急速な経済成長を遂げる中、ここ4度は高台のためインフラ整備から取り残され、都市の貧困層や地方からの出稼ぎ労働者たちが身を寄せる居住区となっていた歴史があります。なんかこうこの街が忘れられないようにこう必死に写真を残してるんじゃないのかなって。こんだけ人がいなくなっていくのを人はいたよみたいなもうそういう写真ですね。記念。次に私たちは4度の住宅街に向かいました。もともと山の上に建物が建ってるから結構道が狭いんですね。坂道。こんな急な、ソウルもこんな感じのとこあんまりないでしょ。ないですよ。こんなに本当に結構狭いですよね。それに家がこう2個3個、すごいですね。こういった狭い路地や家が密集しているのには理由があって、その始まりは朝鮮戦争時代に遡ります。全国から何百万人もの避難民が押し寄せましたが、平地はすでに満杯でした。行き場を失った人々が生きるためにこの急な崖にへばりつくように家を建てたのがこの町の正体みたいです。人は住んでる人多いですけどね。この坂はきつい。普通に今歩いてきたところだけども、これ分かるかな。確かにここに若い人たちは住みたいと思わないですね。多分ここで育った人もせめて釜山の町の方で住みたいですね。それぐらいちょっときつい。4度に70年住む女性に話を聞いてみました。감사합니다. 만나서 반갑습니다. 지금 사람이 없지. 없어요. 집은 집은 인구도 어설픈데 이 집은 다 많이 났는데 젊은 아들은 전부 다 밖을 다 나가고 늙은 사람은 있고 빈집이 많아. わずか10年で人口の2割、約2万6,000人が流出した4度。どうやって建ってたの？現在の平均年齢は50代を超え、若者の流出と深刻な人口減少が次のような問題を引き起こしているみたいです。これはもう人がいないってこと。この電気検視。はい。4度の空き家は1150軒以上と言われています。これを見ると電話してくださいという。いつとか書いてありますか？はい。ここにもめちゃくちゃ挟まってますね。こういった所有者不明の住宅が多く社会問題になっているみたいです。で、この韓国はちょっとなんか言葉があるんですけど、インソウルという言葉があります。なんか職場とか生活とか、住みたいこのところとか全部がソウルに入ると OK、 なんか幸せ、なんかそんなイメージがあるのでじゃあソウルに行けば全てが満足できる。若者にとってのインソールは
単なる進学ではなく、先細りする地方から自分の未来を守るための唯一の生存ルートと言えるでしょう。ここはですね、ヘウンドと言われているプサン屈指のですねリゾート地に来ております。もうね、かなり人が多くてですね、今まで行ったプサンの歓楽街って言われるエリアの中で今一番ですね、人も多いし店もめちゃくちゃ多いし、本当にね、ここが消滅都市なのかと思うぐらい人がいます。こういうエリアがあるっていうことは、観光としてはかなりやっぱりプサンは大成功してるんじゃないのかなっていう印象です。いい仕事に就いていい給料もらって、じゃあソウルに住もうっていう人たちがやっぱり若者の間であるんですよ。インソウルっていう言葉があったように、やっぱそういったね、要はホワイトカラーを目指している若者たちに今そのブルーカラーの仕事ができるかって言ったら難しいのかもしれないですね。ということで、動画がいいねと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価お願いいたします。今回はプサンからでした。